はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらですね、2022年の5月に発売されたゼンハイザーの新しいフラッグシップモデルですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3。こちらはですね、もう2022年の上半期のですね、ランキングとかで他の YouTuber さんなんかがこぞってですね、一番としている、名作というか、新しいですね、定番になりそうな完成ワイヤレスイヤホンなんですけども、これとですね、前作モーメンタムトゥルーワイヤレス2ではですね、どの辺が違うのっていうところもですね、疑問になる方いらっしゃると思うので、ちょっとですね、発売してからもう1ヶ月ぐらい経っちゃったんですけど、この2つを両方ですね、使ってみて、特に良かったなと感じる点を3つほどですね、ピックアップしてご紹介していきたいと思います。全部ですね、ご紹介してもいいんですけども、モーメンタムトゥルーワイヤレス2と3を比べると、基本的には全て3のですね、レベルが上がっていて、機能性もスペック面もやっぱり一新されてですね、素晴らしいモデルになっているので、全部ご紹介すると結局全部ですね、レビューしていくのとあんまり変わらないことになっちゃうので、私がですね、使ってみて特にですね、ここは優れているなって思った部分をですね、ピックアップして今回はご紹介していきたいと思います。で今回はですね、まずスペックのですね、比較をさせていただいて、その後にですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3のが特に優れているなと感じた点についてですね、3つご紹介していく流れでやっていきたいなと思っておりますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、ゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス3と前作のですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス2のまずはスペックをですね、比較していきたいと思います。どちらもノイキャンや外音取り込みには対応しているモデルとなっていまして、ワイヤレス充電は今作のですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は搭載されていますけども、モーメンタムトゥルーワイヤレス2は未対応のモデルとなっています。で片耳のイヤホンのみでの使用もちょっと違って、モーメンタムトゥルーワイヤレス3はですね、最近のイヤホンたちと同様に片耳でも使用できますし、片耳で使った時はモノラル再生になります。対して前作は右耳のみだったら片耳で使うこともできるんですけども、右だけで使った時もステレオ再生になっているので、あんまりですね、片耳での使用には向いてないなってところですね。で、マイクの数もですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は左右で3つずつの合計6つのマイクが搭載されています。モーメンタムトゥルーワイヤレス2は左右2つずつということで合計4つのマイクの数となってますね。ドライバーなんですけども、どちらもサイズとしては 7mm のドライバーでダイナミックドライバーが搭載されているということなんですけども、中身なんかはちょっと違ったりすると思われます。機構なんかもモーメンタムトゥルーワイヤレス3は有線イヤホンにもですね、搭載されているようなアコースティックバックボリューム機構とかですね、使われているようで、この辺によって高音質をですね、実現しているということのようですね。で、対応コーデックなんですけども、今作のモーメンタムトゥルーワイヤレス3は SBC-AAC aptX アダプティブで使用できるのに対して、モーメンタムトゥルーワイヤレス2は SBC-AAC aptX となっています。充電時間なんですけども、モーメンタムトゥルーワイヤレス3は 1.5 時間で10分充電で最大1時間の再生が可能となっています。前作は充電時間は 1.5 時間というのは変わらないんですけども、10分充電で最大 1.5 時間再生可能ということで、急速充電に関してはモーメンタムトゥルーワイヤレス2のが、若干ですね、いいなというスペックになっています。バッテリー持続時間はどちらも同じで、イヤホン本体が最大7時間、イヤホンケース併用で最大28時間となってますね。カラーはこのようにブラックホワイトと、今作の方だけグラファイトというですね、限定色があります。重量はこんな感じで、どちらもですね、完全ワイヤレスイヤホンにしてはちょっと重ためですかね。イヤホン自体はそんなに重たくないんですけども、ケースはどちらもちょっと重ためになってます。イヤホン防水規格や充電ポート、保証期間なんかは同じですね。その他としましては、モーメンタムトゥルーワイヤレス3の方はよく話題になりますけども、ノイキャン制御用と DAC 用のですね、プロセッサーが1機ずつですね、搭載されているということで、この辺ですね、進化しているポイントになります。発売日は今作のモーメンタムトゥルーワイヤレス3は2022年の5月に対して、モーメンタムトゥルーワイヤレス2は2020年の4月ということで2年前のですね、モデルとなってますね。こうやって見るとですね、スペック面はですね、基本的にやっぱりモーメンタムトゥルーワイヤレス3の全て勝っているような形で、細かい部分でですね、若干ですかね、モーメンタムトゥルーワイヤレス2のが勝っている部分もなくはないんですけども、大きい部分でですね、ワイヤレス充電とか片耳での使用とかですね、マイクの数だったり、Bluetooth のバージョンとかですね、あとプロセッサーもですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3のが2機搭載されているということで、この辺なんかも違いますし、大きい部分でですね、全てモーメンタムトゥルーワイヤレス3が勝っているということで、大きくですね、進化しているっていうのがわかるかなと思います。はい、ということで、今回ですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3が発売されて何週間かもう経ちましたので、実際にですね、こちらを使ってみて、モーメンタムトゥルーワイヤレス2と比較してですね、特に良かったなという思う部分を3つですね、ご紹介していきたいんですけども、まずですね、良かったなと思っている部分に関しては、イヤホン本体のサイズのコンパクトさや装着感の部分になりますね。モーメンタムトゥルーワイヤレス3と2で
大きく変わった部分の一つとして、やっぱこのですね、デザインとかイヤホンのサイズなんかがですね、だいぶ変わったんですけども、こちらが新作のモメンタムトゥルーワイヤレス3で、こちらの白い方がモメンタムトゥルーワイヤレス2なんですけども、こうやって見ますとデザインなんかもですね、全然違っていて、サイズ感なんかも違います。ちょっと色が違うので、若干ですね、見え方はどうかなって感じはありますけども、トップの部分ですね、この部分だけ見ると、モメンタムトゥルーワイヤレス2の方がちっちゃく見えるんですけども、これですね、横から見るとわかるように、円錐のようなですね、形になっていて、この耳にはまる部分がちょっと大きくなっているので、実際はですね、結構大きいんですよね。こうやって見るとですね、かなり、モメンタムトゥルーワイヤレス3がですね、コンパクトになってるかなと思います。スペックもですね、先ほど比較しましたけども、これだけですね、スペックが上がっていて、プロセッサーが2機入っていたりとかするのに、さらに小さくなっているっていうのはとてもですね、素晴らしいんじゃないかなと思っていますね。デザインに関しては結構ですね、このモメンタムトゥルーワイヤレス3は素晴らしいイヤホンなんだけど、デザインだけちょっと気に食わないっていう方も結構いらっしゃるみたいで、そういう部分でですね、どっちが好きかっていうのはあるかなと思うんですけども、こんな感じのですね、サイズ感になっています。横から比較するとこれぐらいですね。厚みなんかもモメンタムトゥルーワイヤレス3のがですね、薄くて耳の中にですね、収まるので、そういう部分でいいかなと思ってます。裏見てみるとこんな感じですね。やっぱりこう比較してみても一回りぐらいですかね。こちらの方が小さくなっているのがわかるかなと思います。こんな感じのサイズ感ですね。で、これだけですね、サイズが小さいことによって装着感なんかもやっぱりですね、モメンタムトゥルーワイヤレス3のがですね、とても良くて安定しているという形になります。装着したところですね、写真で撮って比較するとこんな感じに見えるんですけども、やっぱりですね、モメンタムトゥルーワイヤレス3の方がですね、かなり耳の中にですね、余裕があって、耳にですね、しっかり収まってる感じがするんじゃないかなと思うんですけども、やっぱ実際にですね、装着してみても、モメンタムトゥルーワイヤレス2の方はですね、そんなにめちゃくちゃどっかが痛いってわけではないんですが、若干ですね、耳の内側というか横側にですね、当たってしまったりとかして、めちゃくちゃですね、快適な装着感じゃないなと個人的には思っています。モメンタムトゥルーワイヤレス3の方はですね、そういう変なとこに本体が当たったりなんかして違和感あるとかそういうことも全然ないですし、しっかりと耳の奥にフィットする感じがあって、長時間つけている分にもモメンタムトゥルーワイヤレス3のがいいなと思っています。装着したところですね、前から比較するとこんな感じに見えるんですけども、やっぱこう見てもですね、先ほどモメンタムトゥルーワイヤレス2のがちょっと分厚かったと思うんですけども、やっぱり耳からですね、外側にちょっとはみ出ていて、若干ですね、目立ちやすいかなと思います。この目立つ感じっていうのが好きな方ももしかしたらいるかもしれませんけども、私としては目立たない感じのが好きだなと思うので、そういう部分だといいかなと思っています。運動なんかをするときでも、やっぱりモメンタムトゥルーワイヤレス3のが耳から外れる感じはしませんし、こちらはですね、イヤーウィングなんかもついていて、耳のところに引っかかるので、全然ですね、外れてしまうって心配はないのかなと思っています。こういう感じで、デザインに関しては結構賛否あったりするんですけども、イヤホンのコンパクトさとか、装着感なんかですと、やっぱモメンタムトゥルーワイヤレス3はですね、かなり改善されていて、外に持ち出すときも、一歩ですね、持ち出したくなるようなサイズ感になっていて、これとてもですね、いいかなと思います。ということで、使ってみてですね、良かったなと思う部分の一つ目は、このコンパクトさや装着感の部分となりました。はい、続きまして、私がですね、こちらですね、両方使ってみて、モメンタムトゥルーワイヤレス3のが特に良かったなと思った部分の2つ目は、音質ですね。音質をですね、最初に持ってきても良かったんですけども、流れ的にですね、2番目になってしまったんですが、音質はですね、特に良くなってるかなと思っています。ただですね、音質は良くなっていると感じるんですけども、パッとですね、両方をですね、聞いてみたときに、割と聞き馴染みがあるというか、普通のイヤホンで音質がいいなって思うのは、モメンタムトゥルーワイヤレス2かもしれないなと思う時がちょっとあって、良くも悪くもモメンタムトゥルーワイヤレス2はまとまっていて、綺麗な音質ですね。今聞いても、2年前の完全ワイヤレスイヤホンですけども、十分いい音をしているなと思っているんですけども、良くも悪くも一つのですね、スピーカーから音がですね、出ているだけというか、そういう感じで音の分離感なんかっていうのはちょっと控えめになっていて、それがですね、逆に聞き馴染みがあるようなですね、音に感じるなと思っていて、もしかしたらモメンタムトゥルーワイヤレス2の音の方がですね、好きって方もしかしたらいるかもなとは思っています。モメンタムトゥルーワイヤレス3は音と音がですねしっかりとですね分離されていて、本当にですね別のスピーカーから音が鳴ってるようなですね、ベース、ドラム、ギター、ボーカルがそれぞれ別のとこから鳴ってるような感じで、本当にですね音が分かれているような感じがするんですよね。実際にはですね音が別のスピーカーが出てるわけではもちろんないんですけども、そういう感じをですね感じさせてくれるモメンタムトゥルーワイヤレス2からですね一歩二歩進んだ音作りになっていて、これでですね、聞いているとですねこの辺のですね
音の分離感なんかがとても素晴らしくて気持ちがいいんですよね。こういう部分でですね、とてもですね、進化しているなというのは感じます。なので、モーメンタムトゥルーワイヤレス2をですね、持っている方で3に買い替えるかちょっと迷ってるなっていう方ですと、最初ですね、3をお店なんかで聞いてみると、あれなんかちょっとイメージと違うなって感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっとですね、長い間というか、1日もですね、聞けば、その違和感っていうのは取れるかなと思うんですけども、素晴らしい音質っていうのが耳に馴染んできて、とてもですね、気持ちよく音楽が聴けるんじゃないかなと思っています。モーメンタムトゥルーワイヤレス2もですね、十分今聴いても綺麗な音だなっていうのを感じるので、音質がですね、特にそんなに不満がないって方であれば、全然2でもですね、いいのかなと思うんですけども、1段階、2段階ですね、上の綺麗なですね、音を聞きたいとか、しっかりとですね、それぞれの楽器やボーカルなんかのそれぞれの音の輪郭はですね、はっきりと聞きたいという方ですね、細かい音も聞いていきたいという方にとっては、新たなですね、音楽の世界が見えるというか、とても気持ちよく音楽に没入させてくれるんじゃないかなと思っています。ということで、私がですね、特に気に入っている部分の2つ目は音質の部分になります。そしてですね、最後ですね、特に私が気に入っている部分の3つ目なんですけども、3つ目はですね、ノイキャンの部分ですね。今回のモーメンタムトゥルーワイヤレス3はノイキャン制御用と DAC 用のですね、2つのプロセッサーを搭載されているということで、ノイキャンにもですね、かなり力を入れていて、ただノイキャンが強いとですね、音質に影響が出ちゃうっていうこともですね、結構言われてたりするんですけども、ノイキャン入れていても音質にもですね、妥協してない音ということで、こちらですね、ノイキャンもかなりですね、この2つを比較してみると強くなってきてますね。今、モーメンタムトゥルーワイヤレス2は多分2年前の当時はですね、かなりノイキャン強い部類だったと思うんですけども、今ですね、こう比較してみると、やっぱり外の音っていうのは結構入ってきますし、モーメンタムトゥルーワイヤレス3のこれまでのレビューで、街中でですね、歩いていたりとか、カフェなんかにいるぐらいだったら全然ですね、もう気にならないぐらい騒音を軽減してくれるって話をしてるんですけども、モーメンタムトゥルーワイヤレス3はやっぱ外を歩いていても若干ですね、音が聞こえる時もありますし、そういう部分でやっぱりちょっとですね、ノイキャン性能としては1段階2段階落ちるのかなっていう感じがしています。モーメンタムトゥルーワイヤレス3もソニーなんかに比べるとですね、若干落ちる部分はあるんですけども、それでもですね、かなりノイキャン性能をアップしていて、しっかりとですね、自分の世界にですね、没入させてくれるというぐらいの強さになっています。モーメンタムトゥルーワイヤレス3はアダプティブノイキャンが使われていて、外の騒音の大きさによってノイキャンをですね、強くしたり弱くしたりっていうことをするんですけども、それも結構自然で、変にですね、外の騒音が大きいのにノイキャンがちっちゃくなっちゃったりとか、外の騒音が小さいのにノイキャンがですね、明らかに強くなっちゃって、なんか違和感あるとか、そういうこともなく自然なですね、ノイキャン制御をしていますので、その辺はですね、プロセッサーがですね、しっかりと分けたことによって、その辺の制御なんかもスムーズにというか気にならないようにしっかりとですね、制御されているっていう部分は結構すごいのかなと思っています。ノイキャンの強さは本当に変わってるのかがよくわからないぐらい自然な感じのですね、ノイキャン制御をされていて、それはですね、すごいなと感じていますね。ですので、より一歩ですね、進んで、周囲の音を軽減してくれて音楽の世界に没入できて、さらにですね、音質のですね、レベルなんか上がってるイヤホンが欲しいって方は、こちらですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3を買うとですね、とてもいい体験ができるんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回ですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3と前作のモーメンタムトゥルーワイヤレス2を使ってみて、特に気に入っている部分をですね、3つご紹介してきました。1つ目がイヤホンのコンパクトさや装着感の部分。2つ目が音質。それから3つ目がノイキャン性能ということで、この3つがですね、私特に気に入っているなと感じています。その他の部分ですね、基本的にはモーメンタムトゥルーワイヤレス3のがですね、やっぱりスペックはもちろんなんですけど、機能性としてもですね、実際に使ってみてレベルが高いなと思ってはいるんですけども、特に気に入っているのはこの3つという感じになります。基本的にですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3のがやっぱレベルが高いので、2から乗り換えたら、基本的にはですね、やっぱ満足できる作りになってるかなと思うんですけども、あんまり変わらない部分っていうのをご紹介しておくと、まず操作性なんかはあんまり変わってないですね。レスポンスなんかもそんなにですね、3になってめちゃくちゃ速くなったかって言われるとあんまりそんなこともないですし、タッチした時の操作音なんかも同じような感じで、その辺なんかはあんま変わってないかなと感じています。アプリでのカスタマイズ性もですね、この2つはですね、ほとんど変わらなくて、3だから特別ですね、何か機能が変わってできることが大きく増えたかって言われると、そんなこともないなというのは感じてますね。モーメンタムトゥルーワイヤレス2の方も、ちょっといつだったか忘れちゃったんですけども、スマートコントロールというこちらですね、カスタマイズをするアプリがですね、一新されて、UI なんかもですね、かなり変わりまして、今だと3と2でですね、ほとんど変わらないような機能になっていますので、その辺もですね、ほとんど一緒かなと思ってます。その他の部分に関しては外音取り込みだったり、通話進出だったりとかですね、その辺なんかはモーメンタムトゥルーワイヤレス3のが
いいのかなと感じてますね。モーメンタムトゥルーワイヤレス2からですね、3に乗り換えた時の注意点としましては、先ほどですね、音質の部分で言ったんですけども、かなりですね、傾向が変わったというか、特に音の分離感なんかでちょっとですね、違和感を覚える部分が3の方には最初はあるかもしれないので、そこだけがですね、ちょっと注意点というか、お店なんか視聴してみると、あれとですね、思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、そこだけですかね。その他の部分に関してはですね、最初に使ってもやっぱいいなと思うでしょうし、とてもいいんじゃないかなと思います。モーメンタムトゥルーワイヤレス2をですね、2年前に購入した方っていうのは結構バッテリーなんかもへたってきちゃってる場合もあるので、この機会ですね、今回の動画も参考にしつつですね、私はですね、このモーメンタムトゥルーワイヤレス3のファーストインプレッションレベルとか、ソニーのですね、WF-10X Mark IV との比較動画なんかもアップしてますので、その辺もですね、参考にしていただいて、こちらですね、モーメンタムトゥルーワイヤレス3を乗り換えるのか、そのままモーメンタムトゥルーワイヤレス2をですね、使い続けるのかっていうのを検討していただければいいかなと思います。今回珍しくですね、サクッとですね、説明した動画になったんですけども、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。